こんにちは。トビーの後で非常に緊張してます。しかも多分皆さんお疲れで、もう12時の鐘が鳴ると思います。お腹も空いている最高潮の時だと思うので、ちょっとハードルをですね、僕の聞く方のハードルは下げていただいてですね、トビーのぐらいは期待しないでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のこの発表をするにあたりまして、今吉田さんから、説明がありました通り、教育関係者コミュニティで、検討した内容です。それプラス自分でちょっと考えたことを付け加えさせていただいてます。今日この場に、私がこの場に立つということができましたのは、KOCAP の皆様の、おかげですし、ご聴講にいらっしゃる皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。それでは始めたいと思います。まず、簡単に、先ほど一番最初にコミュニティの紹介があったと思うんですけども、これですね、去年の夏、国際認定プログラムの実績でですね、キャシーの理念を受けて教育に携わる人を中心にコミュニティを形成しました。で今、Facebook とか、メールリストで、つながっているんですけれども、大体1、2ヶ月行ってですね、このような感じでスカイプでミーティングをするであるとかですね、実際こういうふうにリアルに集まって、皆さんがやってきた事例を、検討したり、この時には今日発表させていただく内容を、みんなで詳しく説明してみました。で、今日はですね、この内容についてまずは報告させていただきます。でその前になんですけども、ある日のこと、ねえねえ、この間のことがあってさ、マジありえない？なんかさ、最近何も考えてない人多くない？そうそう、やばいよね。なんていう会話が聞こえてくるような気がします。あまり今日、この会場に来ていらっしゃる皆さんには関係ない世界なのかもしれないんですけども、現実こういうようなことがあるということでですね、コミュニティの皆さんに聞いてみました。すると、大学生、高校生、社会人、エンジニア、プログラマー、結構考えてない人が多いです。オーマイガーって感じです。実際の話として、例えばもう40代のエンジニアの方で仕事をお願いしても、ただ言われたことをやるだけ、それ以上のことは考えていないという話も聞きます。学生だけではなくて、若い人から、結構年を取っている人まで結構考えてない人がいる。なんでだろう。もっとみんな考えようよ、ビッグバン3つみたいな思いがあるんですけれども、多分皆さんも同じ思いを共有していると思います。で、ここのところなんですけども、ちょっとその前に、そもそも今なぜ、皆さん考えなくなってしまったのかというところを、考えていきました。それをですね、早速、この教育関係者コミュニティの仲間で集まって、解決 TOC のツールを使ってですね、考えていきました。でまずですね、なんで考えなくなったのっていうところを聞いたところですね、例えば答えを教えてもらえると思っている、教える側が早く答えを教えすぎている、教師にも子どもたちにも時間がない、1から10まで全て教えてもらえると思っている、知識伝授型の学校教育、言われた通りやるのが楽、おとなしく受け身な人が多い、指示されたこと以外やらない、考えない、学んだ知識を生かさず思いつきで発言行動する人などなどですね、本当にいっぱい理由が出てきました。で、僕らには TOC があるということで、まずですね、これを TOC ブランチを使って整理してみましょう。そして、なぜ考えなくなったのか、そこの原因についてまずみんなで突き止めてみないかということで集まって考えてみました。これが実際にディスカッションしている風景です。で、このようにですね、自分一人で考えるとか仲間と一緒に考えるということで、多視点ですね、多視点からの気づきがあります。でまた、先ほど、立花さんのところでもあったように、ポストイットを使うことによって見える化が起こる、意見を出しやすい、
という雰囲気が醸し出されます。ということで、議論白熱して、こういう形でブランチを作っていきます。でこれが完成したブランチになります。でこのブランチを作るまで2時間です。でこれ平日の夜でしたので、ここまででおしまい。じゃあまた次回ねということで場所を変えて、次回のつもりが新たなエネルギーを注入してですね、子供にはちょっと使えないんですけども、大人だったらいいのかという形で再開しました。でこの場ではですね、3クラウド法というのをやっていました。有利にですね、3つの好ましくない事実を取り上げて、何が問題の中心となっているのかというところにたどり着く手法です。これを実際ですね、飲み屋の席で、頼んでいる方が端っこに寄せてですね、周りの目も気にせずですね、真剣に議論するわけですね。楽しいですね、こういうのは。皆さんですね、こういうコミュニティに参加していただいたら、漏れなくこういう場に行くことができます。飲みながらこういう真剣に話し合うのが非常に楽しかったです。で、その時の結論がこれです。共通目標としては、みんなが幸せになるというのがあります。で対立行動としましては、こちら、決められたことを詰め込む教育を施す。それに対立するのが、個々人の強みを生かす教育を施す。違いますね。こういった、クラウドの結論として、まず、セオリー通り読みますと、共通目標、みんなが幸せになるためには、みんなが個性を生かして自立していなければならない。みんなが個性を生かして自立するためには、個々人の強みを生かす教育を施さなければならない。上の方は、みんなが幸せになるためには、みんなが知識と和を身につけなければならない。この場合の和というのは協調性というかですね、みんな仲良くやるというところです。で、みんなが知識と和を身につけるためには、決められたことを詰め込む教育を施さなければならない。こういうクラウドを、考えました。そして、この場で出た結論というのは、みんなに合わせることはだと多くの人が思っているのではないか。合わせることが和なんじゃないかというふうに感じている、考えて間違えて取られているんじゃないかという結論になりました。ここで皆さんもちょっと考えてみていただきたいと思います。でこちらがですね、きれいに書いた、ブランチになります。今なぜちゃんと考える力が必要なのか。で先ほど飲み屋で、解決したのはこの3つの有利ですね。それぞれこの3つからみんなに合わせることが和だと多くの人が思っているという、結論に導きました。でその前にですね、もう一回ちょっとこちらの方のブランチを全体眺め直してみました。でここから先はちょっと私、一人個人的にやった部分なんですけれども、まず左下の方を見るとですね、学校です。やりたくてもできない。先生方頑張っているんですけれども、ルールとか制約、時間的な制約もそうです。いろんなルールがあってやりたくてもできないということがあります。で続いてこちらの青丸の方が家庭ですね。で共働きの家族が増えている。あとは核家族が多いということであったり、親から子への教育の機会が減少している、コミュニケーション、親子でのコミュニケーションを取る時間が減ってきてしまっている、そういう、ことがあります。でこちら緑の方が企業ですね。で企業の方は簡単な頭を使わない作業を海外へという流れになってきております。で続いてこちらの右側の方ですね。こちらの方は全体として環境というのがあります。で環境、例えばですね、将来、今皆さん多分、将来この先どうなっていってしまうんだろうという漠然とした不安とか、逆にですね、IT が発達することによっていろんな情報が入る。いろんな情報が入るんだけど、それでどうしたらいいか、情報が溢れすぎてわからない。こういう環境があった中で、学びというものが、あります。でその中で、みんな感じているのが、学びは答えを教えてもらえると思っているということになります。とにかくこの環境、不安という環境の中で、
答えを教えてもらえる、教えてもらった答え通りにやればいいというふうに考えてしまっている、こういうところが問題なのではないかなというふうに思いました。先が見えない不安、家庭から、まず自分たちで何とかしようではなくて、まず学校にお願いしよう、先が見えないから何とか例えばいい中高一貫校に入れよう、いい大学に入れよう、いい会社に入れよう、そういうふうに考えて学校にお願いしてしまう。自分たちが何とかする前にまず学校にお願いしてしまう。しかし学校の方は、従来の延長での学びしか与えることがなかなかできない。先生たち頑張っていてもなかなか、根本的に変えるのは難しい。その結果、考えることをしない人たちが企業に、ただし企業の方も IT グローバル化でそういった人たちは海外の人たちで、変な言い方ですけど十分なのでちゃんと考える人が欲しいということで、ここで、うまくこのスパイラルが回らなくなってしまっています。ここで、ちょっと話は変わりますけど、例えば教室にゴミが落ちていたら皆さんどうしますか？自分が捨てたゴミじゃない、これって他人事ですよね。誰も拾ってないから自分だって拾う必要ない、誰もしてないんだから、これって自分中心的しか物事に考えてないんじゃないかなというふうに思います。あとは目立つと嫌、他人と一緒だったら、みんな一緒だったら、こういうことを我だと思っていませんか？今先が見えない不安、答えを求めたり人に頼る心、こういうものではなくて、今私たちに必要なのは自らちゃんと考える力を養う、そしてその後自ら行動するという、そういうことだと思います。こういう形でちゃんと考える力を養うことで、学校、家庭、コミュニティ、企業、こういうものを全て、うまくやっていくことができるのではないか。一人一人が他人事にせず、自分でできることをまず始めるということをやるべきなのではないかというふうに考えています。そして、私個人的にはここですね。まず自分ができるところ、どこかと考えたらやはりここです。家庭で、コミュニケーションを取る。これ6年ほど前の写真です。この笑顔を絶やさない、笑顔のあふれる家を日本から世界に広げていきたいなと個人的には思っております。すべての礎は家庭、まず家庭から TOC を使ってみましょう。家庭でのコミュニケーション力がアップします。親子の会話に花が咲きます。先ほどトミーのところであったんですけど、僕もこれを使って紙に書かせるように待てるようになりました。じっと今までだったらついつい声を大きくしてしまったようなところでも待てるようになりました。で、こういうのをですね、お父さんお母さん一緒にやりましょう。私一人だけじゃなくてみんなでですねやっていきたい。で、これは勝手に書いてあります。将来の世界を担う人を育てるプロジェクトを立ち上げるぞ、これ自分に対して言ってるんですけど、2022年、去年から10年後までに自立できる人100万人。自立できるってどういう人？ちゃんと考えられる人、自分の考えを正確に相手に伝えられる人、相手の言っていることを正確に理解できる人、そして最後は夢を持っている人、こういう人を作っていきたいな。この TOC のツールを使えばできる、そういうふうに考えています。で、まずこれ家庭でやっている風景です。先ほど紹介にありましたとおり読書会などをやっていますが、読書会本を読みつつ、2022年を見据えつつ、子どもたちでマインドマップで目標を書いたりですね、地域の図書館で親と子の作文教室を開催したりしております。ということで、この教育関係者コミュニティ、熱い人たちが集まっております。シャルビースインカーのアクションということで、皆さん一緒に考えて一緒に行動に移していきませんか。どうもありがとうございました。